人生の 99% は思い込み。あなたの人生、全部思い込みなんです。いきなりだが、こんな言葉をあなたに送ろう。あなたの人生は変えられない。これからもこれまで通りの人生が続いていくに違いない。この言葉に対してあなたはどう思うだろうか。そんなはずはない。人生は自分の意志で作ってきたし、これからも自分の思った通り自由に生きていく。だから人生が変えられないなどというのは嘘だ。そう思うかもしれない。では次の問いかけに答えてほしい。これまでにダイエットを決意して失敗したことはないだろうか。筋トレを続けようとしたのに3日で終わったことはないだろうか。資格を取ろうとパンフレットを取り寄せてそのままだったりしないだろうか。成功したい、体型を変えたい、人生を変えたい。そう決意したのになぜか変わらない。どんなに本を読んでも一向に人生が変わっていかない。そうではないだろうか。残酷なことを言うようだが、成功本をいくら読んでも人生は変わらないし、転職しても結婚してもあなたというストーリーが根本的に変わることはない。失敗続きの人はこれからも失敗続きだろう。引っ込み思案の人はこれからも引っ込み思案だ。健康に心配がある人もきっとずっと心配し続けるはずだ。なぜか。それはあなたが知らないうちに自分の人生の脚本を書き上げ、その通りに生きているからだ。望むと望まないとにかかわらず、あなたはその脚本に従って生きてきた。そしてこれからもその脚本通りに生きていくだろう。またこんなことはないだろうか。うまくいきそうなのになぜかいいところで邪魔が入る。いいところまで行くのに爪が甘くてうまくいかない。そんな経験をしたことがないだろうか。それも何度も。あなたはそれを運が悪いだけと思っているかもしれないが、それも実はあなたの脚本に書いてある。ただ脚本通りにあなたが演じているだけなのだ。いや、失敗したくて失敗したんじゃない、と主張するかもしれない。しかし、失敗を繰り返す人には失敗を繰り返すプログラムが潜んでいる。あなたが意図していなくてもそのプログラムが発動する。なぜそんな脚本が組まれてしまったのかについてはこの後明らかにしていくが、ここで言いたいのは、あなたが運、定めなどと思い込んでいるものは、実は自らの脚本通りだということである。あなたの人生という脚本はあなた自身が書いたものだ。それが望まない脚本であるなら、それをあなた自身で書き直さねばならない。人生を変えるための方法はこれしかない。では、そんなあなたの人生を縛っている脚本を書き換えるにはどうすればいいだろうか。脚本は無数の思い込みでできている。シンプルに言えば、脚本とは思い込みなのだ。よってその思い込みを変える必要がある。人生を変える鍵は、これまでの人生を縛り付けていた思い込みをいかに変えるかにかかっているのだ。世の中には自分を変えたい、性格を変えたい、人生の流れを変えたいという人が多くいる。そのための本も多く出ている。しかし、付け焼き刃のテクニックで変えられるほど自分というものはやわではない。自分というものは思っている以上に強固で変えにくいものなのだ。今の状況に不満があり、人生を変えたいと願うのであれば、まず自分を支配している思い込みが何なのかを理解し、そこから脱却する必要があるだろう。かくいう私も未だに思い込みにとらわれた人間だ。なかなか変われない。でも変われる可能性はあるし、実際に変わった人間もいる。変わるのは難しい。しかし、だからこそ面白いのだ。ではしばらく思い込みの謎を解く旅にお付き合いいただきたい。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は人生の 99% は思い込みという本をご紹介します。みんな残業しているから定時に帰りにくくって、あの人は B 型でマイペースなんだよね。あれ？もしかして嫌われてるかも。誰でも日常生活の中でこんなことを思ったことがあると思います。
これが普通ですよね。でもね、これらはすべてあなたの思い込みなのです。全部が全部思い込み。あなたの人生は自分で書いた脚本通りに進んでいるんです。だとしたら、あなたの思い込みを変えられれば、そう、人生を変えていくことができるんです。著者は心理学者の鈴木俊明さん。自己意識の構造をテーマとし、自尊心、思い込み、人格形成などを研究されている鈴木さん。中学2年の時から自分とは何かに関心があり、以来ずっと自分についての研究に没頭されているそうです。そんな彼が人生のほとんどは思い込みでできているということ。思い込みの力を認識し、決まりかけた人生を変える究極のヒントを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。うまくいかないのは自分で書いた脚本のせい。A さんは子供の頃から成績優秀でずっとトップを走ってきた。しかし、いつも本番に弱い。大学受験も第一志望の時に限って風邪をひき、結局第二志望の大学に入った。入社試験の時も最終面接なのに遅刻をして、本当に行きたかった会社には入れなかった。仕事でもいつも爪が甘いと言われている。プレゼンでいいところまで行くのになぜかうまくいかないのだ。A さんは自分のことを運が悪いと思っている。いつもいいところまで行くのになぜかうまくいかない。そんな人生なんだと思っている。A さんはなぜいつもうまくいかないのか。本当に運が悪いのだろうか。爪が甘い性格なのだろうか。そうではない。A さんはいいところでうまくいかないという人生の脚本を自ら書き上げて、その通りに生きているだけなのだ。口では成功したい、うまくいかせたいと言っていても、結局脚本に従ってしまう。B さんは子供の頃から真面目でおとなしいタイプ。大学を卒業した後は大企業に就職し、結婚を機に退職した。旦那さんも堅実な会社に勤め、子供も生まれ、絵に描いたような幸せな生活を送っていた。ところがある日、B さんの浮気が発覚した。旦那さんとは揉めに揉めて離婚。親権をめぐって旦那さんには裁判まで起こされ、結局子供も取られてしまう。幸せだった家庭が一変して家庭崩壊である。周りは皆、あんな真面目でおとなしい B さんがなぜと驚きを隠せない。B さんはなぜ自ら幸せを壊すような行動をとったのだろうか。家庭に不満があったからだろうか。より理想の男性が現れたからだろうか。そうではない。これもやはり脚本の仕業だ。人生の脚本が彼女を浮気に駆り立て、家庭を崩壊に導いたのだ。偶然ではなく、そうなることは必然だったのだ。そんな脚本など書いた覚えはない。自分で脚本を書けるのであれば、誰しもがお金持ちになって成功するという脚本を書けばいいじゃないか。そう思われたかもしれない。しかし脚本はあなたが知らないうちに書き上げてしまっているものだ。そしてその脚本からは逃れられない。冴えない、不幸に満ちた脚本を書いてしまった人は、残念ながらその脚本通りの人生を歩むしかないのだ。少々脅すような言い方をしてしまったが、そんなすべての人を縛り付けるという人生脚本。それは一体何なのだろうか。人生を決定する人生脚本とは何か。人生脚本とは、交流分析で著名なエリック・バーンが提唱した心理的プログラムのことである。人生脚本といっても、当然ながら実際に脚本を書いているわけではない。無意識に
深層心理の中で人生の脚本を書いているという意味である。人間は様々な体験を通じて感じたことをもとに、心の中で自分はきっとこんな人生を送るだろうという人生の脚本を書いている。それも無意識に、気づかぬうちにだ。そしてその脚本に沿った人生を送っていく。人は自分についてある思いや信念を抱くと、無意識にそれに合うように行動してしまう。結果としてその信念は現実化する。このことを心理学では予言の自己成就という。例えば占いで1週間以内に事故を起こすと言われると、そうなるように無意識に振る舞い、実際に事故を起こして占いを確証することになる。また、血液型が A 型の人はこういう性格だと言われると、そのように振る舞い、A 型の性格を確証する。これらは予言の自己成就の現象である。人生脚本はいわばあなたの人生の予言書なのだ。知らず知らずのうちにあなたはこの予言書に従って動いているのである。つまり自分が運が悪いと思う人はそういう脚本を、自分は運がいいと思っている人はそういう脚本を自ら書いているということになる。常に成功すると思う人はそういう脚本を、なぜか肝心なところでうまくいかないと思っている人はそういう脚本を書き上げる。実際に運が悪かったり偶然うまくいかないわけではなく、すべては自分で作り上げたストーリーなのだ。脚本は主に幼少期に作られる。人生脚本は主に7歳くらいまでの幼少期に作られる。将来は立派な大人になりなさいといった親のしつけや、あなたは落ち着きがないわねといった周囲からの評価、学校での教育などによって作り上げられる。〇〇キャラという言葉を耳にしたことがあるだろう。子供は学校の友達や仲間からいじられキャラ、お笑いキャラなどといった役割を与えられると、一生懸命それに応えようとしてしまう。無意識のうちに周りの環境に合うようにキャラを演じるのだ。キャラを演じた方が楽だからである。脚本はこのキャラのようなものだ。キャラを与えられた子供はそのキャラに合うように人生を歩んでいく。幼少期に作られた人生脚本からは簡単に逃れることはできない。人生脚本に合わない生き方をしていれば、無意識のうちに元の人生脚本に合う生き方へと変えてしまうからだ。それほどに人生脚本は強力だ。例えば先ほど紹介した A さんは、幼少期に何かをうまくやっても褒めてもらえず、自分は最終的にうまくいってはいけないという人生脚本を書いてしまった可能性がある。だからうまくいった時は逆に落ち着かなくなってしまう。また浮気をした B さんは、幼少期に家庭環境に恵まれず、自分は温かい家庭は得られないし、家族に愛されるわけがないという人生脚本を持ってしまっている可能性がある。そのため、せっかく幸せな家庭を手に入れても心が満たされない。だから自ら幸福を壊すような行動をとり、元の脚本に戻してしまうのだ。彼女が真の平安を手に入れるには、人生脚本の存在に気づき書き換えるしかない。どんな人生脚本でもそれが自分の人生にプラスになるものであればいい。だが、もしも自分の人生を不幸にする脚本ならば、時間がかかっても書き換えた方がいい。さて、では人生脚本は書き換えることができるだろうか。もちろん強固なものであるため、なかなか難しいことは事実だ。しかし、これは人生脚本が仕組んだものだと認識するだけでも大いに効果はある。つまり、脚本にどっぷり使ってしまうのではなく、メタ的な視点を獲得し、これは脚本に過ぎないのだと冷静になれるだけでも大いに効果があるのだ。数々の失敗や不幸、もしくは幸福のパターンが運ではなく脚本なのだと知るだけで、人生を操る余裕が出てくる。人生脚本という存在を知れば、これまではどうせ自分は出世できない、どうせ私はモテない、など運命だと思って諦めていた人生が、実は自分が無意識のうちに作り上げたドラマだということがわかるだろう。人生を支配する思い込み。
人生脚本を成り立たせている思い込みは、あなたの人生のほぼ全てを支配していると言っても過言ではない。例えばあなたはどういう性格だろうか。明るい、暗い、引っ込み思案、積極的。何かしら自分はこういう性格と言えるものが誰しもあると思うが、それは思い込みであると言える。なぜなら根拠がないからだ。例えば暗い性格だという人はどういう理由を挙げるだろう。人と話すのが嫌い。部屋に閉じこもりがち。すぐに落ち込む。そんな理由を挙げるかもしれない。しかし、誰もそうしなければならないとは言っていないし、その行動を選んだのは他ならぬあなたである。そしてその行動の積み重ねで出来上がったあなたが勝手に暗いという性格であると思い込んでいるだけなのだ。今日からだって、今この瞬間からだって、性格とは本来どうとでもなるものなのだ。突き詰めていくとそれ以上根拠がないものを思い込みという。あまりに当たり前で本人はそれを疑う余地がなく、他の選択肢を考えたり根拠を問う必要はないと判断し前提にしていることだ。思い込みはかけていることすら気づかないメガネのようなものだ。自分ではかけているつもりはないのに、そのメガネを通して世界を見ている。一流大学に入り、一流企業に就職すれば人生勝ち組だという考え方。これも思い込みだろう。一流大学に入り、一流企業に就職した人でも、会社での人間関係がうまくいかなくて転職を繰り返す人もいれば、会社を辞めて引きこもりになる人もいる。その逆に、高卒で働きに出て結婚して家庭を持ち、幸せに暮らしている人もいるだろう。幸せになれるかどうかは、大学の偏差値や会社の規模では決められないのだ。また、お金持ちになれば幸せになれるというのも思い込みである。お金はただの紙だ。ただみんなが信用しているために物と交換できる便利なものではある。そんな紙をたくさん持っているからといって幸せになれるというのはただの思い込みなのだ。なぜのループを打ち切るところから思い込みは生まれる。なぜ人は思い込みの心理を持つようになるのだろうか。それは思い込みこそが脳の負担を減らし、楽に生きることに寄与するからだろう。仮に思い込みが全くなかったら、私たちはどうなるだろうか。極端な話、服は着るべきかどうか、家族は信用すべきかどうか、食事は取るべきかどうか、というところから考えなければならない。こうしてあなたが本を手に取り、普通に読めているのは、これまでの経験がなせるある種の思い込みのおかげとも言えるだろう。人はより効率的に生きるために無駄な思考をしないように思い込むのである。私たちが日常生活を営む上では、なぜのループを適当なところで打ち切る必要がある。小さな子供は思い込みが発達していない。よって大人に対して、なぜ？どうして？という質問を繰り返す。なんで車は速いの？なんでお父さんは会社に行くの？なんで太陽って明るいの？など、大人にとっては自明のことをいちいち立ち止まっては考えるのである。そこで大人はこうして永遠に続く子供の疑問を打ち切る必要に迫られる。どうして幼稚園に行かなければいけないの？それは幼稚園に行かないと小学校に行けないからだよ。なんで小学校に行くの？勉強するためだよ。なぜ勉強しなくちゃいけないの？それは、どうしても、もういいから明日の支度をしなさい。というようなやりとりを子供の時に親とした人も多いだろう。このように、なぜ？どうして？と根拠を永遠にどんどん遡っていくことを無限配信という。子供はなぜを繰り返せばやがて最終的な真実に到達できると考えるが、良識ある大人はそのような問いかけに究極的な答えがないことを知っている。だから適当なところで質問を切り上げさせる。そこで答えを失った子供は、勉強はしなくてはいけないものと疑問に感じながらも受け入れるようになる。それが思い込みになるのだ。やがてテストのために勉強しなくてはならない。偏差値のいい学校に入らないといけない。など様々な思い込みに縛られるようになっていく。勉強ができない子は落ちこぼれというレッテルも社会で都合よく作られた思い込みに過ぎない。
勉強しなくてはならない合理的な根拠はないように、世の中の多くのことは本当は合理的な根拠はないのだ。この有名な絵は人によって老婦人に見えたり、若い女性に見えたりする。全く同じ絵なのに違って見えることから、人の見方、考え方がいかに物の見方にバイアスを与えるかをよく示している。物を認知するとき、自分特有のフィルターによって特定の見方を確立してしまうと、その他の情報は背景へ後退してしまう。この絵で言えば、老婦人と若い女性を同時に見ることは難しいはずだ。人は情報を集めて秩序を作り上げ、不完全なデータから完全な意味を読み取る習性を持っている。それは自分の心のフィルターを通じてなされる。自分に都合の良い秩序を作り上げ、自分が納得するような完全な意味を作り上げているのだ。思い込みの根拠も思い込み。ある時、自分探しというものが流行った。本当の自分を見つけるために旅に出る若者も多かった。自分のやりたいことが見つからない。今の自分は本当の自分とは違う。人生の目標が見つからない。こういった悩みを抱える者は転職を重ねたり、お金に余裕のある人は世界中を旅して回ったりする。しかし、本当の自分というものはない。思い込みである。というよりも、もっと深い話をすれば、自分というのも思い込みなのだ。人は生まれてきて自分というものがあると思い込んで生きているが、自分という存在すら思い込みがなせる技なのである。究極的には人間というのは地球という塵の塊の上にうごめくただの生き物なのかもしれない。例えばプランクトンや虫には自分というものがあるだろうか。自分というアイデンティティをよりどころとすることで安心しているのが私たち人間なのである。自分という思い込みに関する話を続けるともう一冊本が書けてしまいそうなので、この辺りで切り上げたい。要するに自分という存在も含めて、この世は思い込みだらけであり、思い込みがこの世界を作り上げているということが言いたいのである。思い込みを自覚しつつ、思い込みを遊べ。子供はヒーローになりきったり、おままごとをしたりして、ごっこ遊びを楽しむ。あれは思い込みで遊ぶ典型的な例だ。そして実際は大人も似たようなことをして人生を楽しんでいる。ヒューマンドラマを見て泣いたり、恋愛ドラマを見て苦しんだりするのも思い込みのなせる技である。もしフィクションだから、役者が演じているからと物語に入り込めないのなら、それは楽しむチャンスを失っているのではないだろうか。また実生活もごっこ遊びの積み重ねである。例えば失恋をすれば、今世界中で自分が一番不幸のような気持ちになるだろう。それはまさに悲劇の主人公という気持ちかもしれない。またある大きな仕事がうまくいったとき、天にも昇る心地がするだろう。自分が世界の中心だという思いになるかもしれない。思い込みが過ぎるのは良くない。しかし、根底に思い込みがあるのだと理解しながらそのごっこ遊びを楽しむことは、実は人生をより楽しいもの、深いものにしていく。よく自分の人生を劇場に例える人がいるが、確かに親子、夫婦、仕事、性別なども自分の役割を演じるごっこ遊びの延長線で、人生は劇団自分が公演する演劇なのかもしれない。例えばお店に入れば、そこのスタッフたちは皆自分の人格に関係なく丁寧な敬語で客に接している。それはつまり店員という役割を演じたごっこ遊びだ。仕事を終えれば皆また別の役割を演じ、別のごっこ遊びを始めるだろう。もし今自分の仕事に悩みを持っている人は、所詮ごっこ遊びだと考えることで悩みを軽くできるかもしれない。もちろん働かなければ生きてはいけない。自由になりたければ役割を投げ出せと言っているわけではない。たった一つの役割に人生のすべてを絡め取られる必要はないと言いたいのだ。自分が役割を演じるごっこ遊びならば、相手もまたごっこ遊びである。あらゆる関係がこのごっこ遊び同士だと思えば、そこまで悩まされなければいけないのかと気持ちも少しは軽くなるのではないだろうか。
そして休日には自分がハマったりこだわったりできる自分のためのごっこ遊びをして気持ちをリフレッシュする。思い込みを自覚し、思い込みを遊ぶ。その2つが一度きりの人生を楽しむためのコツではないかと私は思うのだ。あなたが何を信じ、何を思い込むかによって人生は決まるのである。人生とは何が起きるかではなく、どう捉えるかにかかっている。Life is beautiful。そう言えるとしたら、それがあなたの人生なのだ。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？いやー、本書は思い込みが作り出す世界をめちゃめちゃ理論的に教えてくれます。どんな思い込みがあって、なぜそれらができてしまうかのメカニズムがはっきりと分かってくるんです。これが相当面白い。しかも、思い込みや思考の歪みを直していく方法も非常に細かく具体的に、ステップバイステップで様々な方法を教えてくれるんですよね。自分が思い込みの世界にどっぷりハマっていることを認識すると、ふっと肩の力が抜けて生きやすくなるものです。皆さんも思い込みの世界を自由に遊ぶ力を手に入れてみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか？そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました。ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。